さあ今日はですね、エビと彩り野菜をバジルで炒めたエスニック風に仕上げていきます。エビを背開きにしてボリューム感を出していきます。紫玉ねぎ、パプリカ2色、ヤングコーン、袋だけ、アスパラ、タイ生姜の皮をカットし炒めていきます。そこに茹でたエビを入れて調味料を加え、仕上げにバジルを絡めればお手軽にエスニックを楽しめる一品になりますよ。さあでは始めていきますが、このエビと彩りのいい野菜を揃えてください。バジルも多めに使います。さあ食材を揃えましたら、まずはエビですね。まな板の上に乗せて、さあボリューム感を出すためにちょっと背開きにしていきます。開いていきます。さあこれでエビを切り終えました。そしたらこいつを熱湯へさっと茹でていきます。そこに塩を振り入れ、塩茹でし、臭みを取るためにお酒を、背開きしてるので茹で上がる時間も早いですね。でこいつを茶を寄せて、よし、この彩りのいい野菜たちを切っていきます。まずは玉ねぎいきましょう。半分にカットし、お尻を切り落として、こいつをちょっと厚めのスライスに。切ったらバットに移していきます。じゃあパプリカいきましょうか。赤ですね。中にある種をしっかりと取り除いていきます。それから黄色、これから乱切りにカットしていきましょう。続いてアスパラなんですが、同じように乱切りなんですが、転がしながら切っていきましょう。斜めに転がしながらカットしていく。さあエスニックっぽくていいですね。ヤングコーンを縦に切りましょうか。そして袋だけなんですが、こいつは切ったら面白いですよ。でここでまだあります。タイ生姜の皮、まずは縦に薄く、並べて、またさらに細く縦にカットしていきましょう。よし、OK。フライパンを火をつけ熱していきます。そこにサラダ油。それではまずはエビの前にですね、この野菜を炒めていきましょう。色がいいですね。さあエスニックといっても今日はですね、そんな辛くはない、わりかしさっぱりとしたちょっと醤油味の食べやすいエスニックに仕上げていきます。なので塩と胡椒とナンプラー、醤油、酒、それと鶏ガラですね。調味料はこれだけです。エビを入れていきましょうか。それから千切りにした皮を、
こいつがまたいいアクセントになりますね。よし、塩と胡椒を振りましょう。塩と胡椒、それからガラ、魚醤ですね、ナンプラーを、さあこれ一つあればもうエスニックにね仕上がりますからね。でお醤油を、ナンプラーの香りがね強いんでねすごいですよ。しっかり絡めていきます。それからお酒、もうこれだけですね。さあここで忘れちゃいけないのがバジルです。ちょっと多めのバジルもう簡単に刻んでいきましょう。さあ仕上げに使って爽やかに演出をしていきます。もう絡めるだけです。あとはもう気取らずに簡単に盛り付けていくだけですね。よし、いろんな野菜を使っているのでもう彩りはもう本当に完璧です。とてもいい感じ。またご飯と合わせたいですね。完成しました。エビと彩り野菜のバジル炒めの完成です。いい感じ。良い一日を。